でひっくり返した時にですね、皮面に美味しそうな焼き色がついてるっていうことですね。そしてみょうがとナスを合わせる。いやー、もうこうするともう夏料理っぽいですよね。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はナスとみょうがのパスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、ナス、みょうが、大根、大葉、にんにく、唐辛子、めんつゆ、オリーブオイルです。はい、それでは今日は和風パスタシリーズということで、揚げナスと今季節のみょうがを使った夏らしいパスタを作っていきます。はい、それではまずナスをカットしていくんですけど、スーパーに行ってこのナスが新鮮かどうかって見分ける方法があって、まずこうナスにツヤがある、そして皮がですねピンと張ってるものですね、これを選ぶようにしてください。でこのナスをですね、ヘタの部分をこうギリギリで落として乱切りにしていきます。逆に鮮度が悪くなっているナスは皮がヨボヨボでツヤもないので、カットすると種がたくさんあってアクも強いものが多いです。そういう場合は通常水にさらしたり塩をしてアク抜きをしたりするんですけど、今日のナスは買ってきたばかりのナスだったので、すぐに調理する場合はそのまま何もしないで使っていきます。そして今日はですね、7月から8月に旬を迎えるこのみょうが使っていきます。でみょうがのレストランとかの基本的な掃除の仕方は、やってもやらなくてもどっちでもいいんですけど、この軸のところ、ここがだいたいちょっと古くなってるんですね。なのでここを軽く落とす。そしてこの1枚だけ剥がします。こんな感じです。であとはこの先っぽのところ、ここもちょっと落とす。そうするとちょっと綺麗なみょうがになるので、これをスライスにしていきます。でちょっとスライスしづらくなったらこのまま倒してパタンと、でスライス、こんな感じです。でみょうがスライスしていったんですけど、この断面がですね広く取れて大きい状態で、今日の美味しいパスタ料理のポイントはこの切り方にあるので、後で楽しみにしていてください。あとはイタリア料理の基本のにんにく、唐辛子、イタリアンパセリではなく和風パスタなので大葉を使います。でにんにくは今日は優しい香りを引き出していきたいので、この軸だけ落として腹で潰す。はい、今日はこれだけにします。そして唐辛子はそのままで、大葉はですねこの軸だけ落として、で今日はちょっと本当に夏でね暑いので大葉も多め6枚ぐらい使ってちょっと爽やかなパスタにしていきます。大葉はもう普通に刻んでみじん切りにするだけです。はい、こんな感じで粗くカットしたので、これで材料カットが OK です。はい、ソースを作っていきます。まず潰したにんにくと辛みのアクセントの唐辛子、そして今日はオリーブオイルがですね通常よりも 10cc ぐらい多めに入ります。でまずはですね加熱してにんにくの香りを引き出していきます。で最近ですねちょっとオリーブオイルの価格高騰してると思うので、量も多いとこんなにオリーブオイルちょっともったいないよって方はですね、和風パスタに関しては太白ごま油でやってみてください。とてもおすすめです。はい、それではふつふついってきたので一回ひっくり返して、で今日はこうにんにくホールで火入れしたのは、ここでですねナスも一緒に揚げ焼きにしていくので、にんにくが細かすぎるとちょっと焦げやすくなるからこの切り方です。でまだ火は弱火のままです。にんにくがふつふつしたらナスが入ります。でもナスを加熱するときは身側を下にしてやってしまうと、よく炒め物とかやったときにナスがスポンジのように全部油を吸ってしまってべちょべちょになってしまうということあると思うんですけど、なのでこの皮面を下にします。でちょっとこれ1人前でナス多いと思わないですか？多いです。なんですけどちょっとナス1個だとですね少なすぎるし、多い分にはですね美味しいので、あとナスだいぶ縮むので小さめのやつ2本使ってます。で今ナスの皮下面にして焼き始めるときに塩します。でこれは味付けの塩です。しっかりですね。でナスが今全部入りました。そうしたら中火にします。でここで中火にしてにんにくの香りもですねじっくりと出しながらナスも加熱していきます。でナスの加熱はですねこの皮面を8割ぐらいで身側を2割ぐらいっていう感覚で火を入れていきます。
でニンニクはそんな色もつけたくなくて、香ばしい香りが出したくないよって方はちょっとナスの上に乗せて柔らかいニンニクの香りの出し方にします。今日は和風パスタの軽いスープ仕立てにしていくので、麺の喉越しを楽しめるテフロンタイプのスパゲッティにを茹でていきます。お湯の中には2リッターに対して 1.5% の塩が入っている状態です。はい、それでは今ですね5、6分加熱していったんですけど、ちょっともうナスがひっくり返してないんですけど、ちっちゃくなってしぼんできてるの分かりますか？そうしたらですね、ひっくり返していきます。でひっくり返した時にですね、皮面に美味しそうな焼き色がついてるっていうことですね。でここで身側にも火を入れていきます。うわー、はい、それではもうね、ナスも柔らかくなってきたので、この柔らかくなったニンニクをこのオイルの中で潰します。そうするとニンニクのですね、柔らかい香りもしっかりと出るので、ここで美味しいイタリア料理のベースしっかり作る。でちょっと炒まってですね、ナスにしっかり入ってくると、こう煽ったりするとですね、ナスが軽くなってちょっとパフパフなるので、それが目安ですね。でナスにしっかりと火が入りました。そしたらみょうがが入ります。でみょうが加えたらひとつまみ塩です。そしてみょうがとナスを合わせる。いやもうこうするともう夏料理っぽいですよね。で軽くみょうがが炒まって香りが出てきました。そしたら先ほどのたっぷりの大葉で、ここで軽く炒めて大葉の香りも立てる。いやー美味しそうですね。で大葉のいい香りが立ったら、ここにめんつゆと水。いやーとっても美味しそうなベースができましたね。で今日のこの料理のポイントはですね、この大きめに切った揚げナスのですね、とろっとした食感が主役になってくるんですけど、そこにみょうがの香りと大きく切った食感が、シャキッとした食感があるからこそ、とろっとしたものとシャキッとしたものと味のコントラストが作れるので、美味しくなっている夏のパスタ料理になってます。そこにたっぷりの大葉のですね、爽やかな香りが最高です。であとですね、茹で上がりがまだ 2,3 分時間があるので、大根おろしをすっていきます。で大根おろしはですね、今日はさっぱりと薬味として使っていきたいので、そういう時は大根おろし先っぽの辛い部分がですねおすすめです。でこれをもう適当にすって、ですったら大根おろしを、軽く水を切って、でこれをですね最後にトッピングとして使っていきます。はい、それでは麺が茹がったので合わせていきます。で今日はですね、和風パスタでちょっとスープ仕立てにしていきたいので、パスタ8分茹でのものを7分茹で、まだ硬い状態で揚げてます。で最後の1分強火で合わせていきます。はい、それではですね、麺にソースが絡んで汁気がある状態で盛り付けていきます。はい、これで揚げナスとみょうがの和風パスタ完成です。はい、それではいただきます。ではこの大根おろしと、うわー美味しそうですね。香りがやばいですこれ。皆さん最高の夏の新作パスタが完成しましたよ。揚げナスのジューシーさとみょうがのですね食感のコントラストはたまらないですね。それでもって和風ベースなので、日本人が慣れ親しんだ味に落とし込めてて、いやこれはすぐに作ってほしいですね。で今日の美味しくパスタを作るための一番のポイントは、
僕ナスのパスタ動画って結構いろいろ和風パスタとかですねやってきてるんですけど、いつも毎回言うのが油の量をたくさん使うってことと、あとはナスはですね加熱が甘いとやっぱりちょっと食感が悪くなってしまったりとか、青臭さとかネガティブな部分が出てしまうから、多めの油でやるとより美味しいナスの料理が作れます。あともう一つ、みょうがっていうこの食材ですね、皆さんあまり使い慣れてなかったりとか、どういう料理にしたらいいのかってイメージつくの難しいのかなと思うんですけど、実は日本のイタリアンで、生姜じゃないみょうがをよく使うんですけど、みょうがは生でサラダ仕立てにして、サラダの中に混ぜてもとても香りとしていいですし、カルパッチョにですねみょうがのソースを使っても本当に美味しいですし、今日みたいに加熱しても食感は残るので、パスタ料理に入っててもですね本当に美味しいです。あとは僕は個人的に炊き込みご飯の中にみょうがそのまま入れたりしても本当に好きですね。はい、ごちそうさまです。今日のこのナスとみょうがのパスタなんですけど、間違いなく最高な夏のパスタ料理が完成したので、ぜひ、作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。